この映画国宝が描くのはただの成功物語ではありません。栄光の裏側に潜む狂気、孤独、そして破滅の人生です。結論から言いましょう。主人公、ヤクザの息子俊介は愛する芸術と心中した現代のファウストです。彼の人生の核にあるのは古典曽根崎心中が描く死の直前の美の輝きなのです。なぜこの物語はこんなにも凄まじいのでしょうか。それは映画国宝の脚本が究極の芸と人生の幸せを交換する究極の代償の物語として設計されているからです。ヤクザの息子俊介が家族や友人の縁を断ち切るたびに観客の心にこの道の先に幸せはないという破滅の予感が生まれます。この予感が物語全体に強い緊迫感を与え、観客に強い緊張感を最後までもたらします。究極の芸を得るには最も大切なものを失わなければならないというこの映画の厳しいルール。ヤクザの息子俊介の最終的な孤独と断絶は彼が本当にゲイと心中したことの証明であり、このルールが完璧に成立したからこそ私たちは感動するのです。ヤクザの息子俊介の人生はまさに悪魔との取引です。人間国宝という絶大な力と引き換えに彼は人間としての幸福を差し出しました。ヤクザの息子俊介が差し出した代償とは何だったのか。一つ、家庭の幸せ。二つ、指定の情。三つ、友情。多くの成功者が周りからの支えで栄光を得る中、ヤクザの息子俊介は捨てたものこそが力になるというこの映画での歌舞伎界の逆説的な法則を体現したのです。ヤクザの息子俊介の悲劇の頂点が歌舞伎役者である義理の父の吐血とヤクザの息子俊介の死んじまえという決別の叫びです。これは義理の父の支配から逃れ一人の歌舞伎役者として立ち上がるための師弟の決別を意味します。そしてこれは歌舞伎界の王に対しヤクザの息子俊介が仕掛けた頂点を奪う者としての下克上の儀式でした。ヤクザの息子俊介はゲイのためなら人間性を捨てる怪物になろうと決意したのです。歌舞伎役者である義理の父は死の瞬間に屋号をつかないまま失踪した息子の名をつぶやき情を残していました。この残った人間性こそが歌舞伎役者である義理の父が人間国宝にはたどり着けなかった理由なのかもしれません。対するヤクザの息子俊介はこの義理の父の甘ささえも否定し全てを切り捨てたゲイの力だけを奪い取る道を選んだのです。映画に登場する老いた人間国宝の姿はヤクザの息子俊介がたどる運命を予見させる生きた鏡です。老いた人間国宝は長い年月をかけ
完成された孤独へとたどり着きます。一方、ヤクザの息子俊介はその孤独を目指し、人間性を捨てる破滅の道へと歩み始めます。頂点に立つ者は人間性を手放し、芸に取りつかれた化け物にならざるを得ない。芸を極める者のカルマの連鎖がここにあります。映画のラストの説得力を高めるのが、ヤクザの息子俊介と俊介の娘との写真撮影のシーンです。娘は父俊介に捨てられた恨みと憎しみを抱えています。しかし父俊介を役者としては最上級だと認めざるを得ませんでした。これは人間国宝となったヤクザの息子俊介の化け物じみた芸の境地を示しています。家族や愛といった市場が人間国宝となった俊介の芸の凄みの前に完全に凌駕されていることを証明しています。市場を捨てた人間がたどり着いた境地の絶対的な力、この娘からの芸の凄みの証明が、ラストの舞台が最上級であることの強力な前振りとなっています。この映画は一人の人間の壮大な歴史を描いています。この物語には人生の章の終わりを感じさせる印象的な場面が繰り返されます。それはまるで伝記のようにヤクザの息子俊介がたどった人生の4つの節目を示しています。一つ、ヤクザの息子が歌舞伎役者である義理の父の舞台の代役に立ち、実の息子である歌舞伎役者の息子が身を引くシーン。二つ目が、歌舞伎役者の息子が戻り、居場所を失ったヤクザの息子俊介が地方の屋上で狂気的に踊り続けたシーン。三つ目が、病に倒れた歌舞伎役者の息子とヤクザの息子俊介が因縁の曽根崎心中を二人で演じきったシーン。四つ目が、最後の舞台でヤクザの息子俊介が見つけた綺麗な景色。ヤクザの息子俊介が友人、義理の家族、妻、娘といったすべての縁を切り、投げ打った人生の果てに残ったもの、それは舞台で披露される芸そのものです。孤独な道に残されたヤクザの息子俊介が見つけた綺麗な景色とは何だったのでしょうか。人間的な幸せを超えた芸と引き換えに人生のすべてを悪魔に差し出したものだけが見られる境地だったのでしょうか。ぜひ映画国宝でこの破滅の美学を体験してみてください。